ベネッサは、ディフェンシブとオフェンシブの、2つのスタイルを持つキャラです。ディフェンシブは防御的なスタイルで、さばき技や回避技を多く持ちます。また、発生の速い技も持っているので、割り込みも得意です。そのため、相手の安定行動に対して、リスクを与えられます。対するオフェンシブは、攻撃面が強く、崩しや覚醒反撃に優れています。リターンの大きい3回転攻撃や、逆地投げを持っており、相手のどんな防御行動にも、ダメージを与えることができます。難点としては、2つのスタイルを覚える労力が挙げられます。対戦相手やキャラクターによって、戦い方を変えられる反面、2キャラ分の技を覚えるのは、なかなかに大変です。また、火ダメが非常に大きいのも欠点です。体重が軽い上に、ベネッサ限定コンボが多く存在するので、一つのミスで、体力半分を失うことも多々あります。総じてベネッサは、高い防御性能と、攻撃性能を併せ持つものの、スタイルや技の選択を間違えた時の代償がとても大きい。ハイリスク、ハイリターンのキャラクターになっています。タチとチューピーは、発生の速い中段です。標準的な肘よりも速く、2フレーム有利から割り込まれません。また、カウンターでよろけを奪い、回復の遅い相手には PK や、K で浮かせて、コンボを入れることができます。6P は、背側半回転の中段です。ワンコマンドの半回転中段と、使いやすい技になっています。派生の 6P3 系は、大幅にディレイのかかる中段です。6P3 系 P プラス G の能力で、カウンター時に打撃投げに移行します。主に、2段目にディレイをかけて、カウンターを狙ったり、2段目を意識して固まった相手を投げる、などが有効です。3P は、このゲームで最速の上段です。発生10フレームは、投げと同じ発生で、投げ角に反撃できるほど速いです。主な用途は、その速さを生かした割り込みです。軽量級 P でも割れない連携に割り込めるのは、非常に強力です。1P は、下段さばき判定を持つ中段です。さばける技は下段 PK で、下段全回転はさばけません。また、上段透かし性能もあるので、中段上段の連携にも強いです。66系は、全回転の中段攻撃です。全回転なので盾に強く、ガードされても反撃を受けません。その分発生が遅く、通常の有利時にガスト潰されやすいので、受け身に重ねるのが安定かつ強力です。46KP は、さばき判定を持つ、上段上段の連携です。さばける技は上中段 P 肘で、2段目ヒットで有利になります。主に、手技メインの相手や、連携への割り込みで活躍します。46P プラス K は、さばき判定を持つ中段です。さばける技は、上中段系、膝、ミドルキックで、さ
さばき成功時は、コンボを入れることができます。主に、連携への割り込みや、側面を取られた時に有効です。3P プラス K は、腹側半回転の、上段のコンボ指導技です。主に、ベネッサの腹側に避ける相手に有効で、6P と避け方向が逆なのも、使いやすいポイントです。また、コンボ指導技が少ないディフェンシブの、貴重な暴れ技でもあります。2K プラス D は、全回転の下段攻撃です。ディフェンシブの数少ない下段で、避け対策剣崩しとして使えます。3K プラス D ヒット時 P プラス D は、中段の打撃投げです。主に、マイナス17フレーム以上の、しゃがみ状態の下段への、反撃に使います。ダメージは低いですが、ディフェンシブではこれが最大反撃となっています。P3P は、ディレイのかかる、上段中段の連携です。2段目カウンターで、コンボを入れることができるので、P 投げと、この技での2択が、単純かつ強力です。1P は、腹側半回転の下段です。ガードされても反撃を受けないので、気軽に触れます。また、ベネッサの背側が壁の時に当てると、壁よろけを誘発します。そこに、66K プラス G を当てると、崩れダウンとなり、壁コンボが入ります。9P は、特殊上段のコンボ指導技です。また、下段透かし性能も持っている上に、リーチも長いです。さらに、ガードさせて有利という、かなり強い技です。主に、2P 狙いや、中距離からの接近手段として活躍します。レバーマエール系は、腹側半回転の特殊上段です。主に、ベネッサの腹側に避ける相手や、不利時に、暴れる相手に対して有効な技で、カウンター時にはコンボが入り、大ダメージを与えます。6KKPP は、中段上段上段上段の連携です。ノーマルやカウンターでは連続ヒットしませんが、効果カウンターで連続ヒットします。そのため、マイナス16フレームの技への確定反撃として活躍します。66K は、膝属性の中段です。カウンターでコンボを入れることができます。また、しゃがみに当てると、相手がよろけるので、そこに、派生の 66KP を当てることで、コンボが入ります。主に、9P やレバーのエール系を、しゃがんで回避する相手に有効です。9K は、中段のコンボ指導技です。主に、マイナス17フレーム以上の技への確定反撃や、暴れで使用します。6P プラス K は、上段のコンボ指導技です。
主に、マイナス14から16フレームの、脱状態の技への、特定反撃で使用します。2K プラス G は、背側半回転の下段です。2K プラス GP プラス G の入力で、カウンター時に、テイクダウンに移行します。テイクダウン後は、P プラス G、4P プラス G、6P プラス G の3択となり、ダメージは、P プラス G、4P プラス G、6P プラス G の順に高くなります。総ダメージが高く、レバー前入れ系と、縦方向が逆なのも強い点です。66P プラス G は、リーチの長いキャッチ投げです。相手の射外ガード以外の、防御行動に勝てる技で、ヒット後は、テイクダウンに移行します。有利時での使用以外に、受け身に重ねるのも有効です。インターセプトポジションは、受け身から移行できる構えです。相手奥側仰向け限定ですが、ダウンからいきなり構えるので、相手の受け身攻めのテンポを崩すことができます。インターセプトポジション中 2K は、背側半回転の下段です。ヒット時に P プラス G で、打撃の順に移行します。インターセプトポジションに構えると、ベネッサが有利になる技や、ヒット時に距離が離れる技などが狙い目です。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。